偉そうに家族面してうるさいんだよ。言っておくけど、連れ子でお父さんと血もつながってない他人のあんたなんかに遺産は渡さないから。父の葬儀の場でそう叫んだ姉は、近くにあった聖火用のバケツを手に取り、そのバケツの水を私に向かって浴びせかけてくる。頭からずぶ濡れになった私は、あまりの出来事に放心状態になってしまう。いくら非常識な姉とはいえ、大切な父の葬儀の場でこんなことをするとは、とてもじゃないが信じられない。お父さんと血のつながった実の娘である私に逆らうからいけないのよ。自分の立場をわきまえておきなさい。私に水を浴びせて満足したのか、姉はニヤニヤ笑みを浮かべながら離れていく。私はハンカチを取り出し、髪や顔を拭う。まったく、まだ葬儀の後片付けが残っているというのに、姉はこのまま帰るつもりなのだろうか。姉の行動に苛立ちはしたが、特に言い返すことも追いかけることもしなかった。これ以上何を話したところで無駄だったから。本人が堅くなに私を家族と認めない以上、こちらからどうこうできる問題ではない。今後は何があっても他人同士を貫く。父の四十九日は顔を合わせることになるだろうけど、それを最後に絶対に縁を切る。そう決意した。私の名前ははるか。都内の総合病院に勤める30代の医師。私が幼い頃に両親が離婚し、私は母に引き取られた。後に母は現在の医師である父と再婚した。そんな父は私が勤務する総合病院の院長で立派な人だ。父は私のことを実の子のように可愛がってくれ、愛情も教育も惜しまなかった。そんな父との関係は良好だったが、姉のゆかりとの折り合いはあまり良くなかった。姉は父の連れ子であり、私より2つ年上だった。なぜか姉は出会った当初から私のことを嫌っており、冷たく当たってきていた。父が何度も諌めてくれたが、関係が改善することはなかった。そんな時、再婚からしばらくして母が亡くなる。病死だった。医師である父も最善を尽くしてくれたが、どうすることもできなかったらしい。母さんのことを助けられなくてごめんな。母さんの分も、俺がはるかのことを大切にするから。父が泣きながらそう言ってくれたことを今でも覚えている。母を失ってからというもの、父は今まで以上に仕事に明け暮れるようになっていく。残された私たちを養っていくため、不自由をさせないため、そして母を救えなかったことを、父は他の患者を救うことで償っているようでもあった。この頃から私は父のような立派な医者になりたいと思うようになり、医師への道を志すことにした。父の仕事が忙しくなると、唯一の味方の父の不在が増えてしまい、姉からの嫌がらせは日増しにひどくなっていく。姉さんとか呼ばないでよ、気持ち悪い。あんたなんて妹でも何でもないんだから。姉はいつもそう言う。血のつながらない私のことを妹と認めようとしないのだ。もともと姉は自身の母親のことが大好きだったが、父に引き取られたことで反発するようになったと聞いた。父親の再婚に対しても当然のように反対だった姉は、再婚相手の連れ子である私のことを目の敵にしていた。お前がいるからお母さんと一緒に暮らせないんだ。お前もお前の母親も出て行けばよかったんだよ。そう言い、私のことを何度も蔑んでくる。まだ幼かった私は自分が何か悪いことをしてしまったんじゃないかと思い、姉に対してビクビクしながら過ごしていく。そもそも姉の実の母親は夫がいる身でありながらよそに男を作って出て行ったという。私の母や私には何の責任もない。母が父と出会った時にはすでにお互いの離婚は成立していたはず。それでも姉は私のことを他人だと言い放ち、悪態をつくばかり。そんな姉の仕打ちに耐えるように私は幼少期を過ごしていった。それでも私は
幼少期からの夢を叶えるために医学部に進学し、無事に医師免許を獲得した。現在では、父が院長を務める総合病院で勤務医をしている。ちなみに姉はというと、父の稼ぎがいいことに甘え、いい年して、未だにフリーターをやっている。実家を出て一人暮らしをするようになってから姉とのいざこざは減ったけど、依然として姉妹仲は良くなかった。そんな中、医師として忙しくも充実した毎日を送っている私に、とんでもない知らせが舞い込んでくる。院長である父が倒れたのだ。突然発覚した父の病だったが、進行が早く、気がついた時にはすでに手遅れだった。闘病を始めてから数日、あっけないほどに早く父は他界した。その後、葬儀の準備が行われることになるが、姉はそのすべてを私に丸投げしてきた。私は忙しいから、あんた全部やっておいてよ。散々お父さんに世話になったんでしょ？フリーターの姉が私より忙しいとは思えないが、愛する父のため私は仕事を気引きし、父を失った悲しみに暮れながらも準備を進めた。こうして迎えた父の葬儀当日、姉が喪主で葬儀が進められていく。何の準備もしなかったとはいえ、姉を喪主にせざるを得ないのは仕方がない。しかし、葬儀の場でいちいち私の準備したものにケチをつけるのは勘弁してほしかった。何あの花は、あんたセンス悪すぎ。もっといいのを頼みなさいよ。料理だってもっといろいろ考えなさいよ。こんな料理じゃお父さんが恥かくじゃない。本当にあんたはガキの頃から無能なんだから。いちいち親族や病院関係者に聞こえるように姉はケチをつけて私に嫌がらせをしてくる。もちろん腹も立ったし、言い返してやろうかと何度も思ったが、父の葬儀の場である。みっともない真似はしたくない。そう思いひたすら耐えていく。そんな私の態度を姉は気に入らないらしく、葬儀の間ずっと文句を言い続けている。葬儀も一通り終え、参列者が帰り始める時間になると、私はいつの間にかどこかへ行ってしまった姉の代わりに、参列者の方々へ挨拶をして回っていく。はるかさん、この旅は何と言っていいか。病院の関係者の方々が話しかけてくる。父のことを慕ってくれていた人たちは、私のこともすごく気にかけてくれていたようだった。皆さん、長らく病院をお休みしてしまってすみません。いいんですよ。大変でしょうから、病院のことは我々にお任せください。ありがとうございます。葬儀もすべて終わったし、そろそろ復帰しなくては。父の残した病院で私にはやるべきことがある。父のように一人でも多くの患者を救っていかなくてはならない。それが父への恩返しになるはず。そんなことを考えていると、病院のスタッフの方が気まずそうに尋ねてくる。こんな場で言うことではないのかもしれませんが、お父様の後はどなたが継ぐんでしょうか。病院内でも次期院長についてどうなるのか不安の声が上がっているんです。確かに父の後継を誰にするかという話はまだ公表されていない。病院関係者が不安に思うのも頷ける。それでしたら、父の四十九日に遺言を公開する手はずになっています。その時に公になるでしょうから、それまでお待ちください。父の遺言を預かってもらっている病院の顧問弁護士から聞いた話を私はそのまま伝える。現在の病院運営は長年父を支えていた副院長が代理で行ってくれている。四十九日の遺言公開までは問題なく運営されるはず。そうでしたか。我々としてはぜひ次期院長には。相手の話が終わる前に突然姉が割って入ってくる。ちょっとはるか、こんなところで油を売ってないでこっち来なさい。まだ話をしているというのに、私の腕を掴んで式場の裏手へ引きずっていく。突然会話を中断された病院の人たちは、唖然としてこちらを眺めている。すみません皆さん、また後ほどご連絡します。そう声をかけて、私は姉についていく。ちょっと姉さん、人が話してる最中になんてことするのよ。
うるさいわね。あんたにはちゃんと言っておかなきゃいけないことがあるの。お父さんの葬儀の日くらいおとなしくしててちょうだいよ。私のことを嫌うのは構わないけど、病院のスタッフの前であんなことして恥ずかしいじゃない。私は呆れてため息をつく。そんな私に対して姉は苛立ちを隠す素振りもなく、大声で悪態をつく。偉そうに家族ずらしてうるさいんだよ。言っておくけど、連れ子でお父さんと血もつながってない他人のあんたなんかに遺産は渡さないから。突然姉は相続について口を出してくる。父の遺産については、四十九日に顧問弁護士から遺書が公開されることがすでに決定している。親族にもそのように知らせているし、病院の跡取り問題なんかもそこで決まる手はずになっていた。だから、お父さんの遺書を弁護士の先生に預けているって言ってるでしょ？それにのっとって遺産は分配されるんだし、姉さんに決める権利はないわ。この話はすでに何度もしているけど、一向に姉は納得してくれない。血のつながらない赤の他人に相続はさせないと一点張りで折れないのだ。しかし、姉が折れないからといって、遺言の内容が変わるわけではない。姉の態度はまるで子供がダダをこねているのと同じだ。口答えするな。医者になれたからって偉そうに。口答えとかじゃなくて、事実を言っているだけでしょ？いい加減にして。私もそろそろ我慢の限界だった。葬儀の準備に追われてクタクタだったし、毎日姉から悪態をつかれ続け、メンタルもボロボロだった。こんなところで姉の相手をするくらいなら、さっさと帰って仮眠を取りたいくらいだ。うるさい。他人のお前が出しゃばるな。そう叫んだ姉は、近くにあった聖火用のバケツを手に取り、そのバケツの水を私に向かって浴びせかけてくる。キャッ！頭からずぶ濡れになった私は、あまりの出来事に放心状態になってしまう。いくら非常識な姉とはいえ、大切な父の葬儀の場でこんなことをするとは、とてもじゃないが信じられない。お父さんと血のつながった実の娘である私に逆らうからいけないのよ。自分の立場をわきまえておきなさい。私に水を浴びせて満足したのか、姉はニヤニヤ笑みを浮かべながら離れていく。私はハンカチを取り出し、髪や顔を拭う。まったく、まだ葬儀の後片付けが残っているというのに、姉はこのまま帰るつもりだろうか。姉の行動に苛立ちはしたが、特に言い返すことも追いかけることもしなかった。これ以上何を話したところで無駄だったから。本人が堅くなに私を家族と認めない以上、こちらからどうこうできる問題ではない。今後は何があっても他人同士を貫く。父の四十九日は顔を合わせることになるだろうけど、それを最後に絶対に縁を切る。そう決意した。こうして迎えた父の四十九日、ついに父の遺書が公開される。私や姉をはじめとする親族一同や病院の関係者が集まる中、顧問弁護士がやってくる。みんなの前で遺書が読み上げられる。それでは、個人から預かりました遺言を公開させていただきます。静かな空気の中、弁護士の声が響く。ふと姉の方を見ると、勝ち誇ったような顔をし、ふんぞり返っている。大方、実の娘である自分がすべて継ぐとでも思っているのだろう。事前に父本人からあらかたの内容を聞いている私としては、ただただ呆れるばかり。遺産に関しましては、次女である遥さんに相続されます。他の相続人に関しましては、遺留分のみの相続となります。遺留分っていうのは、遺族が法的に請求できる最低限の遺産相続の権利。遺書で全額を誰かにと指定したとしても、子供や配偶者などは権利として遺留分の遺産を相続する権利が法律で認められている。つまり、この遺言は姉に対して最低限の遺産のみ、その他をすべて私に相続させるという内容だった。はるかに相続ですって？もちろん納得できないであろう姉は立ち上がって声を上げる。
自分がすべて相続するくらいの気持ちでいただろうから、相当な衝撃を受けたのだろう。お静かに、まだ遺言の内容は途中ですよ。弁護士に諌められ、納得がいかない表情で姉は着席し、私の方を睨んでくる。弁護士は、その後も遺書を淡々と読み上げていく。個人が院長を務めていた病院の次期院長に関しても、同様に次女の遥さんを後任として指名されております。病院の所有権や経営者の座はすべて、遥さんに相続される運びとなります。弁護士の読み上げた内容を聞いて、再び姉が立ち上がって声を荒げる。ふざけないで。なんで実の子でもない遥が全部相続するの？こんな遺書インチキよ。姉は私に近づいて胸ぐらを乱暴につかむ。他人のあんたが相続するなんて、どんな手を使ってお父さんに取り入ったのよ。そう言い、私を揺さぶる。姉さんの言う通り、実際に私と姉さんは他人ですもんね。姉さんと父さんも。私は冷ややかな口調でそう言い放つ。姉がおとなしく相続について納得するなら、この話はしないでおこうかと思っていたが、この人は一度痛い目を見ないとわからないらしい。は？私が他人ってどういうことよ？他人なのはあんただけでしょ？私の言葉にポカンとする姉。この人は何も知らなかった。父は最後まで言おうかどうか迷っていた。そして私に姉が相続について文句を言うようなら納得させるために伝えてくれと真実を教えてくれたのだった。あなたも私も戸籍上はお父さんの娘です。でも姉さんも私もあの人の実の娘ではないわ。姉の生物学上の父親は別にいた。姉の母親が夫である父を裏切ってできた不義の子である。長年夫を裏切り続け、その事実がバレた途端に男と逃げたのだ。姉の実の両親は娘である姉を父のもとに置き去りにして、今頃は駆け落ちした先でのうのうと暮らしているのだろう。お父さんはそんなあなたを不憫に思って真実を黙っていることにしたのよ。あなたに責任はないからと。そんな。父は私同様、姉のことも実の娘として大切に育てていた。しかし、そんな父の優しさに甘え、ろくに定職にもつかなかった姉の存在は、父にとって悩みの種だった。自分が年を取り、今後何かあった時を想定した父は、相続人として次女の私がふさわしいと判断した。実の娘だから姉さんが全部継ぐと思った？残念だけど、あなたも私と同じで、お父さんとは血のつながらない他人同士なのよ。現在フリーターである姉が父を失って今後まともに生活できるとは限らない。姉妹仲が悪いとはいえ、戸籍上は唯一の家族だから、父に代わって姉の世話をしていくのは仕方ないと思っていた。しかし、葬儀の日、姉から水を浴びせられ、私の考えは変わってしまった。この人を支えていくなんて、もうどうでもよくなってしまったのだった。私の話を聞いても、なお納得ができない姉は、私に食ってかかる。嘘つき、そんなのデタラメよ。私が相続するのが正しいんだから。暴れ出した姉は、弁護士に取り押さえられた。何するのよ。やめなさいよ。そして、部屋の外に連れ出される。最後まで父に迷惑をかける姉を見たことで、私はぐったりと椅子に沈み込み、ため息をついた。その後、姉は遺留分の遺産を相続したが、すぐに使い果たしてしまったらしい。最低限とは言っても、それだけでかなりの額があったはずなのに。就職するまでの間、生活していくくらいなんてことない額だったはず。しかし、姉はあろうことかギャンブルにつぎ込んで増やそうと企んだらしく、それで全て使い果たしてしまったと言うんだから呆れてしまう。現在無一文となった姉は焦って私に援助を依頼してきているが、もちろん私は取り合わない。私たちは赤の他人でしょ？自分のことは自分で何とかしてちょうだい。今後も縁を切ったまま関係を持つつもりはない。一方私は父の後を継ぎ、
院長として忙しい日々を過ごしている。優秀な医師であった父の代わりを務めることは苦労の連続だ。しかし、周囲の協力に助けられながらも、なんとかこなしていっている状態だ。父が残してくれたこの病院を守り、父のような立派な医者になる。それが父への恩返しであり、私の望みでもある。今日も私は患者さんのために忙しく働くのだった。